ジャイブ後半やっていきたいと思います。で、今回はね、一般的なジャイブの後半のやり方を2通り、説明していきたいと思うんですけど、前半に関しては概要欄にね載せてありますので、まだ見てないって方は前半もちょっと、初心者必見レイルジャイブ入門、レイルジャイブチャレンジ実践編。これもね、ぜひ見てから後半ご覧いただければと思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあね、早速なんですけど、まずはね、足の入れ替えですね、後半のポイントになる部分で、最初に説明するのは、ジャイブ前半でも説明した通り、まずレールジャイブ初心者の方に向けたジャイブになるので、おそらく前半でも、少しねスピードをロスしてボードが止まってしまうってことがほとんどだと思うので、それを踏まえた上での、足の入れ替え、セールの返し方の説明になります。でね、これはねリプで説明しなきゃいけないので、ちょっとこのボードを使ってやるんですけど、どっちからやろうかな。じゃあポートでいこうか。今こうプレーニングをしてて、レールジャイブをするときは後ろ足を抜いて、この辺ねでギューってターンに入るんですけど、今ここで説明するのは、まずつま先を中心にかかとからこう引き抜いて、このね土踏まずが真ん中に来るようにで、このまま今度は後ろ足を前に移動しておしまいで、この時にボードの中心に立つことで全てボードがフラットになる。これがポイントになります。でもう一回ね、全体的な部分で取ってもらうと、後ろ足を抜いて軽く内傾して傾いて、でボードがランニングを超えてもうボードが止まっちゃうなっていう時には、ここは前足から抜いて後ろ足を前でやるんですけど、実際会場での動きとしてはもうね、躊躇せずここでギューって回して、よし足入れ替えようと思ったら、せーの1、2、これぐらいのスピードで足を入れ替えられるようにギューッと回して、せーの1っていう感じになります。でこの足だけじゃなくてね、実際は上半身も必要になってくるんですけど、これはね足と手はねセットで動かすイメージで、ゆっくりやるとギューってターンをして前足からひねっていく時には体も一緒に開いて上げながらセールを返していく感じになります。でね、ここで本当はこのセールの返し方もいろいろあるんですけれども、今ね説明してる方は本当にねジャイブエントリーの方向けなんで、もういろいろその説明を増やしちゃうと分かんなくなるんで、ここはシンプルに足の入れ替えと一緒に体を入れ替える。でここまで来たらセールを開いてシバーしちゃっていいと思いますね。シバーして反対側のブームを掴んであげると。で肝心なことがここで一つ、ここまで来るともうほぼできてるんですけど、急いでこの状態で掴もうとすると多くの方が後ろにひっくり返っちゃったっていうのは、ランニングを超えてまだ反対のクロータリーもしくはランニングぐらいで止まってるんで、風は後ろから来てる状態で無理やり引っ張ろうとすると後ろに落っこっちゃうので、足を入れ替えた後は焦って掴まずに少しセールをラフさせてボードを風上側に向けてからキャッチする。これで、いけると思います。とにかくね形っていうのはあまりこだわらずに、まずはそのジャイブを成功させる、そのためのポイントはやってみますよ。前足からひねって中心に置く、中心に置く、開いてシバーして、ちょっとラフして向きを修正してキャッチする。ここら辺が一連の流れになります。あとはじゃあね、ちょっと会場での動きも一緒にご覧ください。
度を落として手幅を広げてハーネスを外して足を置いて少し内傾ギュッ、止まりそうになったらここでスパッと入れ替えちゃう。でこの時に焦って取らずにゆっくりギュッと回してラフしてからキャッチしてあげる。あそこでね急いで取っちゃうと後ろにひっくり返っちゃうので、よし、さあトレーニングに入ったんでちょっと角度を落とします。手幅広げてハーネス外して足を置いてゆっくり内傾。でここで止まりそうだったら入れ替えと一緒にセールも開く。で焦ってここで取らずにちょっとこうやってねラフで粘る。で風上向いたら取りやすい位置に来るんでキャッチするという感じですね。よし、じゃあね次は今最初に説明した、ジャイブ何回も繰り返してだんだんねそのスピードを殺さずに曲がるようになってきた場合、もう一つね、足の入れ替えを説明したいと思います。これができるとだいぶスムーズになってくる。最初の前半は同じく後ろ足は内側に置いてギューッと内傾する。でここからですね基本的な動かし方は一緒なんですけど、前足の位置を先ほどはここで止めたのをもうちょいで後ろ足ももうちょい、全体的にかかとよりつま先が中心に来るぐらい、この状態まで、移動してみてください。こうすることでセールを返してる間もボードはかかと側に体重が乗ってターンをし続けてくれるのでセール返しまでが非常にスムーズになります。はい、じゃあね足元を大きくね後ろ足を移動してターンをしてつま先を中心に移動する。こんな感じになります。基本はこの前半もそうですけどね、足の移動はすり足大きくこう上げたりせずにすり足でスッと移動できる。はい、でここもね、先ほどと同じです。できるだけ、躊躇せずターンをしてせーの1、2、ここら辺の動きをとにかくね陸でね何回も練習してください。足の移動をギューッとターンしてせーの1、2で上の方ですよね。上体の方は今度どうなるかっていうと基本的にはこの動かし方は同じになるんですけれども、一つポイントがあって綺麗にセールを返したい時にこれもやり方はねたくさんあるんですけど、ギューって荷重をしてセールを開く時ですよね。開く時に一つはこのマスト手をできるだけブームの根元に移動してあげる。ブームの根元に移動しながら1、2でこの時にはスピードが生きてるんでセール手は離してあげちゃう。そうするとこのセールが返りながらかかと側に体重が乗って綺麗にボードがターンしていく。そうすると自然と引き寄せればブームがキャッチできるような状態になると思います。ギューッとターンして足を入れ替える。その時にちょっとマストと移動して入れ替えて返しでブームをつかむ。このつかみ方も下から取ったりいろいろあるんですけど、まあここら辺はやりやすいやり方。じゃあこちらもね会場での動きをぜひご覧ください。でさらにね慣れてきてやることといえば少し前半の
まあ今も少しやったんですけど、アンダー気味の時とか、もちろんジャストオーバーでもなんですけど、ターンの入りと同時にね、少しセールの引き込みをプラスしてってあげると、ボードへのプレッシャーも安定するし、スピードもキープされやすくなります。慣れてきたら少しずつ要素をプラスしていって、よいしょ、ここでちょっと引き込んで早めに入れ替えて、でやると完全には今止まんなかったですね。よいしょ。はい、ではこんな感じでジャイブの後半ですね、説明を終わりたいと思います。はい、じゃあ、これでねレールジャイブの説明は終わりとなります。まあとにかくね何回もチャレンジしていただきたいんですけど、まあ、注意事項としては今日もそうですけどね、オフショアの時にジャイブばっかりやってるとどんどんコスモ側に行っちゃうんで、その辺は場所をよく見ながらですね、練習してみていただきたいと思います。あとはね、ジャイブは今日2通りの足の入れ替え方、セールの返し方みたいなところなんですけど、もうね、数えられないほどケースバイケースであるので、まあ、例えばこんなやり方がいいよとか、本当はこうじゃないのってあれば、ぜひコメント欄にね書いていただけると良いと思います。で、あとはね、ジャイブは今回で終わったんですけど、他にねこんなこともやってほしいとかあれば、私でよろしければまたこういうね動画を撮りたいなと思うので、そちらも一緒にコメントに書いていただければと思います。ではよろしければグッドボタン、チャンネル登録を押していただけると嬉しいです。ではありがとうございます。なんで撮るんですか？なんでこんな笑っているかと言いますと、こんなことありえますでしょうか。じゃあもう一個告白します。ついでに。まだあるのかよ。ついでにもう一個。ボードのサップのボードのボトムにウィンドのフィンのビスを突き刺しております。どうやったらできるのか、センターボードみたいな。さすがです。